こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画はトゥーントラックスーペリアドラマー3の拡張ドラムキット Fields of Rock のレビューをしてみたいと思います。まず最初に結論からですが、個人的には非常に好感触です。太鼓系もアタックが非常に強く芯もあるので、アニソン的な音数の多いポップスロックから音作りの仕方によってはメタル系なんかもカバーできるんじゃないかなと思っています。それでは早速実際に使ってみたいと思います。はい、それでは Fields of Rock を開いていきたいと思います。このように4つに分かれているのですが、まず1つ目は Fields of Rock ドライ。その名の通り、残響が少なめの割とデッドな響きの部屋になっています。はい、続きましては、ライブ。こちらも名の通り残響が長めの広い部屋でのサウンドになっています。はい、続きましてパーカッション。こちらドラムキットではなく、このように様々なパーカッションのセットになっております。そしてもう一つはストーン。こちらは先ほどのドライとライブの、中間ぐらいの程よい響きになっています。はい、このような4つの部屋で収録したドラム音源になります。自分が今まで結構おすすめしていましたデス&ダークネスは1つのパックに2つの異なる部屋で収録されたドラム音源でしたが、こちらの Fields of Rock はそれが4つあるという。そしていずれも価格は一般的なスーペリアドラマー3拡張音源 SDX の価格となっているので、かなりお得な拡張セットと言えるんじゃないかなと思います。そしてそれぞれの部屋で収録されたドラムの数も非常に多く、例えばスネアだとこのストーンの部屋ですと13個ほどのスネアがあったりとか、タムもいろんな種類がありますね。そして、特徴的なのはこのスタッカードという曲がったようなドラムセット、不思議な形してますね。こういうドラムセットも収録されてます。そしてあと特徴的なのは割とハイピッチなタムが多いかなと思いました。例えばこのデフォルトのソナーのキットですと5タム2フォロワーという非常に幅広い種類を網羅しているのですが、一番上の8インチのスネアですね。かなりハイピッチなスネアから収録されています。で、その分、シンバルの、例えばスプラッシュとかチャイナの数はちょっと少ないのかなと感じました。例えばこのストーンの部屋ですと、スプラッシュが1種類、チャイナも1種類ですね。ここは、クラッシュですので、スプラッシュ、チャイナそれぞれ1種類となっています。他の部屋とも見ていきましょうか。ドライですと、チャイナ、こちらも1種類ですね。そしてスプラッシュはなさそうですね。こういうちょっとエフェクトシンバル的な重ねシンバルですかね。こういうのはありますが、この部屋で撮ったスプラッシュはなさそうです。じゃあ続いてライブを見ていきましょう。こちらもスプラッシュはこれ1種類。穴開きのシンバルですね。で、チャイナもこの1種類。はい、ライブの部屋に関しては他のシンバルも1種類ずつのようですね。はい、という感じが、こちらの音源の、デメリットの部分かなと思いました。ただ例えばこのストーンの部屋でさっきのライブの部屋から、読み込んだりもできますので、例えばこのチャイナの音があまり好みではない場合、ちょっとリリース短めのチャイナの音ですので、他のキットから読み込んで置き換えていけばいいかなと思います。で、この時に全く異なるキットから読み込むこともできるのですが、そもそも収録されている音量だったりとか、あるいはトップマイクとかルームマイクの距離感とかも変わってくるので、同じキット内で読み込む方がその際は少ないかなと思います。部屋とか取り方は違うんですが、一応同じパックとして収録されているので、例えば先ほどのドライとライブの中からチャイナシンバルどちらかをロードしてみたいと思います。
はい、個人的にはこっちのドライの方のチャイナが迫力あっていいかなと思いました。じゃあリプレイスをします。はい、するとここに読み込まれましたので、こんな感じに、だいたい音量もそんなにチャイナだけ大きかったり小さかったりしない感じかなと思います。はい、ではそれぞれの部屋から何個かピックアップしてエフェクトとかをかけない状態、全く何もかけていない状態でドラムのミディを鳴らしてみたいと思います。ではまずドライのキット、デフォルトの状態でそのまま鳴らしてみます。はい、続きましてはライブ。はい、続きましてはストーン。はい、という感じでそれぞれだいぶ個性が分かれてますね。個人的には、このストーンという部屋が一番バランスがいいかなと思いました。特にこういった、テンポの速い曲の場合は残響が長すぎるとちょっとキレが悪くなってしまったり、ちょっと濁ってしまったりするので、ただその分ドライすぎるとちょっと迫力が失われてしまうので、このストーンというキットが非常に気に入っています。で、逆にドライのキットが合うシチュエーションっていうのは、例えばもっとタイトな、例えばファンク系とか細かいリズムをミドルテンポとかで、しっかり聴かせてあげるようなゴーストノートとかを聴かせてあげるようなジャンルとかだといいんじゃないかなと思います。そしてライブの方は例えばもっとスローなテンポ、なおかつパワーのある、パワーバラード系の曲とかに使うと非常にいいんじゃないかなと思います。あとは、例えばライブ感、外でライブをやってるような感じとか、大きいコンサートホールで、ライブをやってるような感じのサウンドにしたい場合は、このライブのキットが合うんじゃないかなと思いました。でちなみにプリセット系ですが、SDX 系、使う人はあまりプリセットから、音を作るというよりはこのデフォルトの状態から作っていく人が多いかなと思うのですが、そんなに数は多くないです。ただやはり便利なのは、このようにエフェクトついてないけどこの太鼓のチョイスあらかじめ何種類か用意してくれているのもありがたいですね。このデフォルトっていうのとこのプリセットはおそらく一緒なんじゃないかなと思うんですが、この Alt っていうのを押すと、このキットを基準としつつちょっと太鼓のチョイスを変えた組み合わせとかが用意されています。このちっちゃい、これ10インチですかねのスネアなんかは非常に興味深いですね。ハイピッチなスネア。これをサブスネア的に追加でロードするみたいなのも面白いかもしれないですね。はい。そして今ここにロードされているバスドラムも非常に興味深いのはタンバリンがフロントヘッドに付けられているんですね。こういう手法を僕は今初めて知りましたが、あとは26インチとか大きいバスドラとかも入ってますね。フロントヘッドを取り除いた状態のバスドラムとかもあります。こちらがフロントヘッドない状態である状態。同じバスドラムでも響きが違いますね。で、ライブの方は、先ほどシンバルのチョイスが少ないという話もしましたが、太鼓の方も種類はそんなに多くないみたいですね。タムも1種類ですし、スネアは2種類。で、バスドラムも2種類ですね。同じメーカーの22インチと24インチ。はい、ということを考えると、このメーカー的にはもしかしたらストーンに一番力を入れているのかもしれないですね。ストーンが一番選択肢が多い気がします。それでは実際にプリセットを何個か読み込んでみたいと思います。で、ざーっと
聞いていった感じですと、そんなにやはり EGX ほど激しい音作りをしているわけではないので、ここをベースとして自分でカスタマイズしていくという使い方もしやすそうです。では何個か聞いていきましょう。このプリセットは非常に面白いエフェクトがついてますね。モノラルのトラックにフィルターを入れたりしているのかな。でバスドラムがなんかシンセドラムみたいな感じになってますね。はい、それ以上は非常に使いやすそうなプリセットが多いですね。あまりエキセントリックなサウンドのものは少ないと思います。ではドライとライブもいくつかプリセットを聞いてみましょう。こちらもなかなか実験的なサウンドですね。特にスネアの音とかが。ではライブの方を聞いてみたいと思います。はい、個人的にこのプリセット結構好きな感じの音していたので、プリセットの利点としてはどういったエフェクト、どういったルーティングをしているのかなっていうのを、勉強することもできるので、これが EGX 系のプリセットですと結構激しめにエフェクトがたくさん使われていたりとか、あとはこのブラックボックスみたいな感じでどういったエフェクト処理をされているかオンオフしかできなくて詳細がわからない状態になってたりするのですが、スーペリアドラマ用の SDX では基本的に全部どういったエフェクトをかけているのかを見ることができます。で特に少なめのエフェクトで処理をしているのが非常に好感触ですね。あまり複雑にやりすぎているとその人独自の世界というかあまり見てもよくわからなかったりするのですが、特にこの方のプリセットの作り方っていうのもあると思います。エフェクト少なめで抑えるタイプのプリセットの作り方をしていると思います。かなり残響が長いプリセットですね。パッと聞きサウンド良かったので、もし自分がこれを自分用に使うとしたら、リバーブなのかなっていうのを結構ちょっと調節したい感じですね。短めのものにしたりとか、あとは、リバーブのトラック。これはリバーブって書いてありますが、遠目にマイクを立てて撮った、音かなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。個人的にはデス&ダークネスという拡張キットを愛用していたのですが、それに匹敵するぐらいお気に入りの拡張キットとなりそうです。気になった方はぜひ公式サイトとかで詳細を確認してみてください。それではこちらの動画が気に入っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。